こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車より発売が開始された BG4X の内外装紹介を行っていきます。トヨタ自動車初の EV 専用モデルであったり、キントでの1000倍となるなど、何かと話題の家電モデルについて、特にオプション装備などに着目して詳細解説していきます。それではご覧ください。今回紹介する車両の仕様はご覧の通りであり、グレードが Z グレード、フロントとリアにモーターを搭載した EV であり、駆動方式は 4WD となっています。システムとしての最高出力は218馬力となっているため、必要十分な動力性能を有していると思いますが、カタログスペック上驚くほどの数字ではないかと思います。航続可能距離がこの車両の仕様の場合 4WD であり、その上20インチのタイヤをオプション選択していたため、487キロとなっています。仮に7掛けした場合の航続可能距離は約340キロとなっており、充電設備が家庭に設置できる場合は、日常使いで不便を感じることはないかと思います。最も航続距離が長い組み合わせは、前輪駆動仕様で18インチのタイヤを組み合わせたもので559キロとなっています。外反色はメタリックグレーのプレシャスメタルとブラックのツートンであり、こちらは99,000円の優勝色となっており、なかなかのお値段となっています。その他にも BG4X にはツートンを含め全11色のバリエーションがありますが、ブラックとブルーの単色以外は全て優勝色となっているため注意が必要です。内装色はホワイト系とブラック系が設定されており、共に無料で選択でき、この車両はホワイト系となっていました。車両本体価格はキント1000倍のため参考となりますが、650万円となっていました。キントのメリット・デメリットに関しては過去動画でまとめておりますので、そちらご覧いただけると幸いです。外観紹介を行っていきます。電気自動車のため冷却性能がエンジン車ほど必要ないため、グリルの開口幅が必要最低限となっており、昨今のトヨタ車の中では見た目の迫力としては控えめな印象です。ただその分切りながら4眼ヘッドライトが採用されており、ヘッドライトの上半分にはボディ同色のカバーが取り付けられていることで、よりシャープな印象であり、先進感を感じるものとなっています。今回、国内で発売される BG4X は、Z グレードのみとなっているため、ヘッドライトも対向車や歩行者への防減機能を備えたアダプティブヘッドライトが標準装備となっています。ヘッドランプ周りには、ホイールアーチとつながる大型の樹脂パーツが備え付けられています。最初のうちは違和感を感じていましたが、だんだんと見慣れてきて、ボディカラーによりますが、非常にかっこよく思えてきました。その樹脂パーツ付近には空気が抜けるような大きなスリットが設けられており、フロントタイヤ周りの空気の乱れの抑制をする機能を持っています。フィン形状はついていましたが、86BRZ のようなパターンが彫られているのことはなく、この辺りの切り分けが気になるところです。改めてフロントフェイス周りですが、実はこの BG4X はラブ4より車幅は広く、グリル開口幅が最小限であり、ボディ色で塗装されている面積が大きいため、従来の車にはない迫力も感じる顔つきとなっています。こう見ると、サイドの樹脂パーツがなく、すべてボディ色だとデザインとして単調となってしまうため、間延び感を解消するために、この樹脂パーツは必要だったのかもしれません。やっぱりデザイナーの人のセンスはすごいですね。ボディサイドに回り込んできました。BG4X のボディサイズは、全長 4690mm、全幅 1860mm、全高 1650mm となっており、RAV4 と比較すると 90mm 長く 5mm 幅広で 45mm 車高が低い車両となっているため、よりロー&ワイドな SUV となっています。EV として特筆すべきなのはホイールベースの長さであり、RAV4 の 1690mm に対して BG4X のホイールベースは 160mm 長い 2850mm となっています。ボンネット内にエンジンよりもコンパクトなモーターを搭載している恩恵であり、後ほど紹介しますが、後席の居住性に大きなメリットをもたらしていました。サイドのデザインとしては、昨今のトヨタ車らしく、前後のホイールの踏ん張り感を強調するようなエッジラインが入っており、フロントタイヤ付近で盛り上がりがあり、リアタイヤ周りから削ぎ落とすようなラインが斜めに入っていることで、斜め後ろから見た際に、リアタイヤで踏ん張っている感がより強調されています。リア斜めから見ると、フロントタイヤ周りで膨らんだ後、サイドの中央付近が絞り込まれ、またリアタイヤ周りが膨らんでいくという複雑な面構成で力強さが強調されていることがよくわかります。改めて
サイドを引きで見てみると、フロントオーバーハングとリアのオーバーハングの短さがエンジン車では考えられない見た目を作り出しています。ルーフに関しては、後端はかなり斜めになっているため、クーペライクの SUV となっていますが、後席スペースまではルーフは斜めに落ち込んでおらず、後席の実用スペースは犠牲となっていませんでした。ちなみにですが、この車両にはオプションのソーラーパネルが装着されていました。このソーラーパネルを用いることで、試算によると年間で1750キロ相当の走行距離を稼げるそうで、家庭に充電器がなくとも急速充電スペースまでたどり着く分くらいの充電は確保できそうです。また、細かい話ですが、B ピラー付近とリアガラス後端のパーツはピアノブラックで塗装されており、600万円クラスの車両らしく、外観の質感は高いように感じます。ホイールに関しては、この車両にはオプションの20インチのホイールが履かれており、サイズは 23550R20 インチとなっています。ホイールを18インチから20インチにするための価格は33,000円となっており、見た目はかっこよくなりますが、航続可能距離が短くなることと、乗り心地としてどちらが好みかによって決められれば良いかと思います。このブルーキャリパーもオプションであり、44,000円となっています。18インチ、20インチともに変更可能ですので、見た目が気に入れば変更いただければと思います。青色って珍しいですよね。タイヤハウス裏に特別防音材が貼られているようには見受けられず、静粛性が少し気になるところですので、一度試乗してみることをお勧めします。リアに回り込んできました。テールランプのデザインは最近世界的に流行していますが、横一直線につながっており、これによってワイド感が強調されています。また、斜め下に垂れ下がることで目線を下に下げ、どっしり感を感じやすくなるような効果もあるように思います。その他特徴的なのが、トヨタのエンブレムが黒塗りになっており、青塗りとなっているハイブリッド専用のマークとは差別化されています。こっちの方がエコ感はないですが、先進感を感じます。電気自動車ですので、当然マフラーはなく、リアの下回りのデザインとしては比較的シンプルになっています。改めて斜め後ろから見ると、リアガラスの傾斜角とリアタイヤ周りの膨らみから非常にシャープな造形であることがわかります。ルーフ後端には空力を良くするためのスポイラーが装着されています。こちらは真ん中が繋がっておらず、左右に分かれているのが特徴となっています。こちらもオプションとなっており、価格としては33,000円となっています。正直なところ、このデザインは私の好みでなく、標準装備でなかったため、効果がどのくらいかわかりませんが、私は装着しないかもしれません。内装紹介。まずは荷室容量からです。開閉は電動となっていました。荷室容量としてはご覧の通りであり、左右のえぐりとしてはそこまでですが、もともとが幅広の SUV であるため問題ないかと思います。右側には AC100V、1500W の外部給電用のポートが標準装備されており、電気製品を動かすことができます。また、別売りの外部給電器とセットで運用することで、満充電時1世帯 3.5 日分の電力を賄えるそうです。災害時などは非常に心強いですね。その他特徴として、バッテリーをトランク下ではなく、車両の中央に敷き詰めているため、トランクの床の高さが低くなっており、荷物の出し入れもしやすそうですし、デザイン上、高さのある荷物は適していなさそうでしたが、そのデメリットも最小限に抑えられているように感じました。床下のスペースはご覧の通りであり、小物などを収納するスペースは確保されていましたが、このスペースは充電ケーブルを収納するスペースと考えればよいかと思います。トランク側から後席を倒すことが可能であり、4対6で倒すことができます。若干傾斜はつきますが、かなり広大なスペースが確保されており、電化製品も稼働させることができるため、車中泊を実施する際は快適に過ごすことができるかもしれません。続いて、運転席周りの質感についてです。ドアの内張りについてはご覧のようになっており、ソフトパッドとピアノブラックの素材が組み合わされており、質感が高いように感じました。下半分にはハードプラが使われており、ペットボトルも収納できるスペースが確保されていました。スピーカーには JBL 製のものが標準装備となっております。1点残念だったのが、ドアノブに無塗装の樹脂が使われていたことです。私はこのドアノブの質感によって内装の高級感が左右される感覚を持っており、この部分がプラスチッキーだと一気に高級感が損なわれているように感じてしまうので、
この部分もこだわって欲しかったところです。運転席乗り込んでいきます。床の高さが少し高めに感じました。ハンドルのデザインとしてはこのようになっており、BG4X 用の新デザインとなっています。左側にオーディオ操作系のスイッチがあり、右側にクルーズコントロール系のスイッチがまとめられており、ブレーキの減衰力を切り替えるためのパドルシフトは装備されていません。印象として BG4X はメーターをハンドルの隙間から覗き込む方式ではなく、ハンドルの上からメーターを見る方式であるため、非常に小径のハンドルとなっていることが印象的でした。今回の BG4X は、スバルのソルテラと兄弟子という位置づけですが、開発の主体はトヨタ自動車ということで、予防安全系の装備はトヨタセーフティーセンスに準拠するものとなっています。最新世代のものが搭載されていますが、唯一レベル2相当の自動運転である手放し運転には対応していないのが残念であり、スバルはすでに iSight-X の技術でそれを実現しているので、共同開発者であるこの車にも搭載して欲しかったところです。私の目線にカメラを持ってきた際の運転視界はこのようになっており、印象としてヘッドアップディスプレイのような形でメーターの情報を読み取ることになるかと思います。結果的に目線も遠くなりますし、あまり視線をそらさずにナビ画面を視野に入れることができるため、数字では表にくいところですが、運転中の安心感は高まるかと思います。サイドミラーの位置も工夫されており、A ピラー付近の死角がかなり軽減されています。幅広の SUV ですが、運転しやすいよう配慮されている印象です。少し気になったのが、メーターに至るまでのこのスペースのデザインが単調となっており、埃も溜まりやすくなっているかと思いますので、長期間保有するとなった場合の使い心地がどうなるかが少し気になります。ナビとしては 12.3 インチの大型のディスプレイオーディオが標準装備となっており、横長のデザインとなっているため、先述した通り視界の妨げとなっておらず、大きな画面で様々な情報を読み取ることができます。ご覧の通りサクサク動作しますが、情報の切り替え方はよくわからなかったので、このあたりは慣れが必要そうです。画面の下にはエアコンの調整のボタンがあります。この車両には通常のエアコンの他にドライバーと助手席の乗員の足元を直接温める輻射ヒーターが標準装備されており、シートヒーターやステアリングヒーターと組み合わせることで1分以内で乗員を温め、消費電力の激しいエアコンになるべく頼らないことで燃費を抑える工夫が凝らされています。このあたりのこだわりは非常にトヨタらしいなと思います。その下にはスタートボタンが配置されており、その下にはダイヤル式のシフトスイッチが配置されております。こちらは押し込んでから回すことで D レンジやバックを切り替える形となっています。操作性や見た目は先進感を感じるものですが、見た目ではどのシフトに入っているかがわからないため、そこだけ注意が必要です。私的には操作感など質感高く非常に気に入りました。その横にはアラウンドビューモニターや車をスマホで操作し、駐車を行うアドバンストパークのスイッチが配置されており、こちらも標準装備なため、BG4X の装備は非常に充実している印象です。その下には運転モードの切り替えスイッチが配置されています。ここで注意ですが、雪道や途半路などのオフロード走行に適応した運転モードである X モードは 4WD のみの装備となっています。FF のモデルにもスノーのモードはありますが、豪雪地帯などにお住まいの方は 4WD 仕様の購入をお勧めします。その B 側には回生ブレーキ量を調整し、ワンペダルドライブに近いモードで走れる機能のオンオフを切り替えるスイッチと、パーキングブレーキ、ブレーキホールドのボタンが配置されています。シフト操作がダイヤル式となっているため、スイッチ周りが非常にシンプルにまとめられている印象です。その後ろには、僕だけ充電機能を備えた収納スペースが設けられています。こちらはオプションとなっており、値段は 13,200 円となっています。蓋にもパターン上の模様が描かれており、質感高かったです。その後ろには横置きで2本置けるペットボトルホルダーがあります。アームレスト内にも標準的なスペースの小物入れがありました。また、このセンタートンネルの特徴として、フローティング構造となっており、下側にも物が置けるようになっており、USB ポートなどはこちらに備え付けられています。私的にはこの下側のスペースに置くだけ充電のスペースを設け、今の置くだけ充電のスペースにペットボトルホルダーを置いた方がいいのではないかと思いました。アームレストが少し短いように感じたので、そうすることでアームレストの大きさを稼げるかと考えたからです。驚いたのですが、BG4X にはグローブボックスはありません。先日した輻射ヒーターユニットがグローブボックスのある位置に備え付けられているためです。収納スペースが犠牲となってしまいますが、それでも装備に踏み切るほど、エアコンは EV にとって影響の大きいものだということがわかります。シート形状はこのようになっており、合成比較素材であり、シートヒーター、ベンチレーションを装備した
快適シートとなっています。また、何人の方が該当するかわかりませんが、オフロード走行を想定してか、左右のランバースポートも電動で稼働し、体をがっちり支えてくれるスポーツシートとなっているのが特徴です。運転姿勢が固定されるので、快適性も結果的に高くなるかと思います。続いて、後席に乗り込んでいきます。後席のドアの内張りに関しても、前席同様の質感が担保されており、ソフトパッドやピアノブラックのパーツがふんだんに使われており、質感が高いように感じます。乗り込む際も前席同様床が高いように感じましたが、先日したように後席頭上まではルーフが垂れ下がっていなかったため、頭を極端にかがめないと乗り込めないといったことはなかったです。足元スペースに関してはかなり広大であり、身長170センチの私が余裕で足を組めるほどであり、ワンクラス上の車両並みのスペースが確保されており、非常に驚きました。過去動画のラブ4の動画などと比較いただくと、その違いがよくわかるかと思います。これなら快適に長距離ドライブでも過ごすことができるかと思います。また、4WD 車両ではありますが、前後輪を2つのモーターで駆動するため、プロペラシャフトは不要であり、結果としてフラットな床面となっており、3人掛けもそこまで窮屈感はないかと思います。センターアームレストには、メッキ加色とスマホホルダーがあり、こだわりを感じられました。ただ、少し残念なのが、4対2対4の分割可動式ではないため、スキー板などの長尺物を後席に人を乗せた状態で積みづらいと思われます。4WD の場合、オフロード走行性能の高さを謳っているため、この部分は少し矛盾しているように感じました。後席のリクライニング角度は2段階で調整でき、ご覧の通りの差があります。少しのように思えますが、結構快適性が変わった印象です。シートのデザインとしては前席ほどのスポーツ性はなく、サイドに張り出しもほぼないため、快適性を優先したデザインであると思われます。後席窓もしっかり切り取られており、視界も良好でしたので、うまく外観デザインと調和が取れている印象でした。一つ気になったのが、後席にはシートヒーターの装備がないことです。前席に関しては、輻射ヒーターなども用いて、エアコン使用を極力抑えるように配慮されていましたが、後席には装備がないため、この点も少し矛盾しているように感じました。その他注意点として、BG4X には、ルーフレールとムーンルーフの装備がオプションでそれぞれ33,000円、11万円で設定されていますが、ソーラーパネルとの同時装着はできないため、後席の快適性や EV としての性能との兼ね合いで判断する必要があります。まとめです。外観に関しては EV 独特のフロントベースによる迫力と、サイドのエッジラインから形成される抑揚のあるプロポーションによって SUV らしい力強さが演出されており、非常に好印象です。内装の質感に関しても、ダイヤル式のシフトスイッチやフローティング構造のアームレスト、フラットな床面や広大なレッグスペースなど、EV だからこそ実現できた特徴を多く持っていたため、これまでにない新鮮な内装となっていました。装備面としては、Z グレードの1グレードのため、非常に充実していたように思いますが、リアルシートヒーターがなかったり、アイサイト X に基づく手放し運転ができなかったりと、EV としての商品性の担保と価格のバランスに苦労されているところが少し垣間見えました。金と1000倍ということもあり、コスパに関しては測りづらいところはありますが、航続距離の観点で考えても、日常使いに不便を感じることはないかと思いますので、一度自身の目で質感や試乗いただいて検討いただくことをお勧めします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。